안녕하세요. 일본 배우 미카입니다. Hello, this is Mika. I'm a Japanese actor based in Japan. こんにちは、俳優の北村美香です。最近私が取り組んでいるヨガの練習の中で、の学びをシェアしたいなと思ってこの動画を撮っています。今日ご紹介するのは完全呼吸法という呼吸法です。深い呼吸をすることによって体と心をほぐしてリラックスしていくような呼吸法になっています。呼吸法なんですけど、俳優として生きていく中で感じているいろんなものだったりとか気づきだったりとすごく重なる部分もあったりして、そういったところも一緒にお話をしながら進めていけたらいいなと思っています。はい。では、まず完全呼吸法がどういう呼吸法かという説明をしていきたいと思います。完全呼吸法はですね、お腹、胸、鎖骨の酸素を使って深い呼吸をしていくようなものになっていて、ヨガの呼吸法の中でも、基本的でかつとても重要な呼吸法になっています。現代人はその呼吸がすごく浅いと言われてるんですけど、今もすごく外も暑いですし、皆さん忙しい生活を送ってらっしゃると思うので、その生活の中で深い呼吸を意識してやっていくっていうのはなかなか難しい部分もありますし、そうですよね。本当に焦っている日を過ごしていると呼吸が浅くなっちゃいますよね。で、なんですけど、この完全呼吸法を日常に取り入れて深い呼吸をしていくことで、体も心も凝り固まっているものがほぐれていってリラックスできますし、あとはゆっくりと深く呼吸していくことで心身のバランスが整って安心感も生まれていくと思います。俳優の仕事でいうと、例えば役を得るために努力するとき、何かどうしてもやりたい役があってオーディションを受けるときですとか、あとそのオーディションに受かった後に役を掴んだ後、役を深めていく過程でも、もうすごく執着とか執念みたいな、念みたいなものがすごく大事な仕事だなとは思うんです。なんですけど、その反面、そこにとらわれすぎたりとか、そこに深みにはまりすぎると危険だなと思う瞬間もある。そういうリスクのある職業だなと思っていて、そういう時に役と自分をちゃんと切り離す時間みたいな余白の時間みたいなものがすごく大事だなと思うんですけど、それをするためにもすごくこの呼吸法いいなと思ってます。感情を深く掘り下げたりとか、あとは緊張の中に身を置いた後に、その前でもいいですし、後にも自分との役との切り離しだったりとか、その感情との切り離しみたいなことをしていく習慣をつけられると、今後長く俳優をやっていく上でとてもいいなと思って私は取り組んでいます。なのでアーティストの方だったりとか俳優もそうですし、あとは日常すごく仕事が忙しくて、日常生活、自分の私生活と仕事を切り離すのがなかなか難しいみたいな方にも向いているかなと思います。そうだ。それで、ヨガの学びの中で私がすごくいいなと思っているというか、自分が今一生懸命取り組んでいる練習の中の一つの教えとして死滅っていうのがあるんですけど、死滅って言葉に聞くとなんか止めなきゃいけない、無理やり止めなきゃとか抑え込まなきゃいけないって発想をしてしまいがちだと思うんですけど、そういうものではなくて、ありのままの状態を見つめてそっと手放していくことみたいなもの、その状態であれることを目指していこうとしているんですね。なんですけど、それってすごく難しいじゃないですか。さっき言ったみたいな執着、執念があるのをただ見つめて、それを手放す状態ってなんだってところからですけど、そういう執着とか感情のざわめきとかをただ認めて、そういうものある、そういう状態はあると認めて、それを手放す練習をする一つの方法だと思います、呼吸法っていうのは。なので
なんかこう、本来の自分に戻すような感覚。これは授業で習ったことだったと思うんですけど、川に石をポンって投げたらポン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 って飛んでいく遊びみたいな、石がこう、川の上をぴょんぴょんする遊びみたいなのを子供の時によくしたかなと思うんですけど、私は田舎育ちなので、そういうのをやってるのを見たりとかよくしてたんですけど、そのぴょんぴょんぴょんって跳ねる時に川が揺れるじゃないですか。あれが心のざわめきだったり執着だったり、そういう外側からの刺激だったりするとしたら、それがどんどん静かに落ち着いていくじゃないですか。あの感じ。ああいう状態を作っていくトレーニング。でもなんかそれをコントロールしようとするっていうよりかは、自然と見つめている中で状態がある。難しいですね。話してると難しい。そういう状態を目指していくものなのかなと私は理解しています。で、なんかそうやっていく中で感情とか欲望とかに飲み込まれず、自分を見失わず、本来の自分でいられる状態を作るための練習になるかなと思っています。はい。では早速一緒に呼吸法をやっていきたいと思います。まず何事も土台が大事。座り方についてなんですけれど、お尻をしっかり地面に床に根付かせていきたいので、マット、私は敷いてマットを使ってマットの上でやってますけれど、これが絨毯とかでもマットない場合は絨毯とかでも大丈夫ですし、あとお尻が大丈夫だったら床の上とかでも普通に座っていただいて大丈夫だと思います。で、まず座り方なんですが、このお尻のお肉をかき出して、外にかき出して、座骨がわからない方は、こうお尻をプリって出したり引いたりして、骨がゴリゴリと床に当たると思うんですけど、その骨でしっかり床を取られて、まっすぐそこから座ります。骨盤を立てて座ります。で、足のかかととかかと、おへそのラインをまっすぐ一直線にして座っていきます。足の右足、左足とかはどっちが前でも好きな方で大丈夫です。やりやすい方で座っていきましょう。で、もしこの時点でなんかお尻に違和感というか、座るのにすごく違和感、股関節がしんどいなとかがあれば、もうお尻の下にこうやってブロックですね。ブロックがない方は、クッションとか座布団を重ねてもらったりとか、あとは、バスタオルを没面に重ねてもらって座っていっても大丈夫です。こうやって座ると、ここが楽になります。はい。私は、いいか、入れていこう。今日は入れてみます。なしでも大丈夫です。いける方でやっていきましょう。で、ここで、膝の上に手のひらを置いて、その手のひらで、膝をプッシュして、背中をピンと伸ばしていきます。で、背骨の骨が一つ一つ積み上がるように、まっすぐ立たせていきます。で、この肋骨をキュッと内に入れて、反り腰にならないようにしていきましょう。肩と耳の距離をしっかりとって、頭が上から天井から紐とか線で引っ張られているようなイメージを持ってぐーっと上に伸びていく印象です。はい。ここできれいに座ることができました。ではまず完全呼吸法の練習をしていくんですけど、完全呼吸法はお腹、胸、鎖骨3つの層を使って呼吸を深めていくものになりますので、まず、胸の上に右手、お腹の上に左手を乗せて、まず皆さんの自然な呼吸を感じていきたいと思います。目を閉じてみましょう。一旦今お腹の中に入っている呼吸をはーと吐き出して、全部吐き出したらそのまま自然に入ってくる息を受け止めていきます。では目をつぶりながら、体のどの部分に
呼吸がたくさん入っていっているか、そこにこわばりを感じているのか、このあたりの体固まってるな。丁寧に一つ一つ今の状態を観察していきます。ただ、ありのままの状態を観察するだけで十分です。それでは、今の自然な呼吸を観察できたら、まずは完全呼吸法のお腹を使った呼吸の練習をしていきます。今お腹に入っている息しっかり吐き切って、鼻からお腹に向かって呼吸を入れていきます。お腹の上に置いている手がどんどん押されて、お腹が大きく膨らんでいきます。鼻から吐いて、お腹の上に置いている手、どんどん沈んでいきます。沈み切ったらまた鼻から呼吸を入れて、お腹の中の風船がどんどん大きく膨らんでいくのを感じていきます。お腹の中の風船が膨らみきったら、また鼻から呼吸を吐いて、お腹の中の風船がどんどん縮んで、お腹が薄い一枚の板のように細くなっていくのを感じていきましょう。では次、鼻から胸に呼吸を入れていきます。胸が広がり、背中、鎖骨まで呼吸がたっぷり入っていくのを感じます。胸の上に置いた手が押し出されていくのを感じましょう。鼻から吐いて、胸の上の手、どんどん沈み、鎖骨も沈んでいきます。肩はリラックス。沈み切ったらまた鼻から吸って胸に呼吸を入れていきましょう。胸の広がりを感じていきます。鎖骨までしっかり呼吸を入れていきましょう。吐いて、胸の上の手どんどん沈んでいきます。鎖骨も沈み、肩はどんどんリラックスしていきます。この呼吸をすべてつなげていきます。それではまた息吐き切ったら、鼻から吸ってまずはお腹に入れていきます。お腹の風船がどんどん膨らんで、膨らみ切ったら胸に次は呼吸を入れていきましょう。背中も膨らみ、背中にも呼吸が入って、鎖骨もまで呼吸が入っていきます。鼻から吐いて、お腹がどんどんしぼんでいきます。お腹が一枚の板のように薄く細くなったら、胸からも呼吸を出していきましょう。吐き出して、肩はリラックス。吸って、お腹に呼吸を入れて、胸に呼吸を入れていきます。鎖骨の広がりを感じて、
鼻から吐いて、お腹薄く一枚の板のように胸が沈んで、鎖骨も沈んでいきます。はい、これに慣れてきたら、一旦手を膝の上に置いて、この呼吸をご自身のタイミングで3呼吸分続けていきましょう。一回全部吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いてというのを3回やっていきます。で、手なんですけど、膝の上に置く手は、手のひら上でも下でもご自身の心地よい方を選んでいただければと思います。今日は前向きな気持ちになりたいから手のひら上にしようとか、ちょっと落ち着きたいから手のひら下にしようとか、そういうことでも大丈夫です。好きな方をお選びください。では、ちょっと肩リラックスしてから、手を膝の上に置いて、一旦目を閉じましょう。目を閉じて、今、お腹に入っている呼吸すべて、はーと吐き切ります。吐き切ったら鼻から吸っていきましょう。吸って、今吸ってる息をすべて吐き切ったら、肩リラックス、背中の力もほどいていきます。膝の上に置いている手の指先をちょっとずつグーパーグーパーして感覚を取り戻していきます。手を胸の前で合掌して、手のひらと手のひらこすり合わせて少し手を温めていきましょう。手が温まってきたら、目の上にアイマスクのように重ねていきます。少しずつ瞬きをして、指と指の間からこぼれてくる光を受け止めていきます。ではそのまま少しずつ前屈をして手を床に下ろしてみましょう。で、この時お尻の下にブランケットやクッション、ブロックを入れてた方は外して、おでこの下あたりに持ってきます。そのままその上におでこを置いていきましょう。ここで自然な呼吸を繰り返していきます。部屋の空気と光に慣れてきたら、手のひらで床を押して、背骨一つ一つを下から積み上げるようにゆっくり起き上がってきて、頭を最後に正面に向けます。いかがだったでしょうか？少しいつもと違う深い呼吸をするだけでかなりリラックスしたりだとか、心地の良い感じを感じていただけるかなと思います。変化があった方はその変化があったなということを受け止めていただいて、もし初めの呼吸と変化がなかった場合でも、ただその事実を
変化がなかったなと受け入れていくだけで大丈夫です。はい。では、皆さんが今日もこれからも自分のことをケアしながら自分のことを大切に日々過ごせていけるといいなと思ってます。忙しい時間の中で私と一緒にヨガの呼吸法の練習をしてくださってありがとうございました。では、この後の時間も皆さんが自分を大切にしながら穏やかな時間を過ごせますように。ありがとうございました。はい、こんな感じでですね、ヨガの、トレーニングをしてるんですけれども、そうですね、ぜひ日常的に、なかなか忙しいとは思うんですけれども、1日7分ぐらい、5分から7分とか、ゆっくりこうやって呼吸をするだけでも、体調が整ってきたりとか、寝やすさが変わったりとかっていうことがあると思うので、ちょっとずつでも日常に取り入れてみてください。では、今日の動画を最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録といいね、高評価がお願いします。